こんにちは、パタヤチャンネルです。今回はコロナ中に大改装したパタヤトップクラスの高級ホテルパタヤヒルトンの全貌を大公開したいと思います。今ではもうパタヤのランドマーク的存在になっているセントラルフェスティバルの真上にあるホテルになりますので、ご存知の方も多いんじゃないかなと思います。1階の入り口付近には池ができてますので、酔っ払って落ちないように気をつけていただきたいと思います。レセプションは1階ではなくて16階に上がります。こちらでチェックインしたりするんですけれども、その海側に行きますとドリフトというカフェがありまして、朝の9時から夜の9時まで営業してます。ここからの景色はかなりいいです。さらに同じ階にはスイミングプールもあります。インフィニティプールになってまして、こちらもかなり景色がいいです。パタヤビーチも一望できますし、夕方の景色はこんな感じです。バーカウンターもありますので、プールサイドでカクテルを飲みながら過ごすこともできます。そのプールの横にはフィットネスジムもあります。すごく綺麗な景色を見ながら運動することができます。ではロビーの一つ下の階に行きまして、朝食会場のエッジレストランに向かいたいと思います。バイキング形式のレストランになりまして、朝食は1人700バーツプラスだいたい820バーツぐらいになります。2月の平日に泊まったんですけれども、結構お客さんはたくさん入ってました。では早速朝食の内容をご紹介していこうと思います。じっくりご紹介したいところなんですけれども、かなりの品数量がありますので、簡単にさらっとご紹介していきたいと思います。ドリンク類がかなり豊富になりまして、ジュース4種類とスムージーも6種類、当然コーヒー紅茶も置いてます。こちらは和食のコーナーになりまして、茶蒸しとそば、そしてお寿司があります。タイあるあるなんですけども、和食のコーナーにキムチも置いてました。パンの種類もすごく多くて、トーストは当然なんですけれども、クロワッサンや甘いパンもたくさんありました。ジャムの種類も多いですし、本格的なパンもたくさん置いてましたので、パンだけで結構楽しめるんじゃないかなと思うぐらいありました。一番端っこにはチーズとハムのコーナーがありまして、こちらもたくさん種類がありました。朝食は多国籍な感じになってまして、こちらはタイ料理のコーナーになると思うんですけれども、ホットミールもたくさん充実してました。トムヤムスープもあったんですけれども、ちょっと朝から辛いのはきつかったので食べてないです。こちらのおかゆの具もたくさん用意されてまして、さらにおかゆ自体も2種類用意されてました。おかゆの入ってる器もおしゃれでちょっと高そうだったので、割れないように気をつけて扱いました。こちらもタイの朝食の定番のパートンコーという揚げパンと、その隣には豆乳も置いてありました。本当に種類が豊富にありまして、こちらが点心のコーナーになりまして、その奥ではヌードルを作ってもらうことができます。そしてこちらは最近パタヤで幅を利かしているインド人のためのインド料理のコーナーも設置されてました。そして当然朝食の定番の卵料理を作ってくれるコーナーも設置されてます。洋食のコーナーもありまして、ソーセージやベーコンなどもありました。そしてスイーツコーナーもかなり充実してました。こちらアイスクリームになります。目の前でパンケーキやワッフル、フレンチトーストなども焼いてくれました。
全部は紹介しきれてないんですが、スイーツバイキングとして成立するぐらいの品数のスイーツがいろいろと用意されてました。前日にかなり飲みすぎまして、あんまり食欲はなかったんですけれども、せっかく豪華な朝食に来ましたのでがっつりと食べてきました。こちらが最初のプレートになります。こちらが2回目のプレートになりまして、全種類食べたいなと思ったんですけれども、あまりに種類が多かったので一部しか食べられませんでした。カニカマ入りのそばもしっかりといただきました。そして締めにしっかりと甘いものもいただきました。ということでこちらで締めようと思ったんですけれども、お寿司が美味しいよと聞いちゃいましたので、最後お寿司で締めることにしました。全然期待してなかったんですけれども、思ったよりもお寿司美味しかったです。そしてこのエッジレストラン、お昼には日替わりのランチバイキングもあります。月曜日がメキシカン、火曜日が地中海料理、水曜日がハンバーガー、木曜日がアジア料理、金曜日がシーフード、土曜日がバーベキュー、日曜日がスペシャルということで、それぞれ曜日によってお値段も変わってきます。では早速お部屋の中をご紹介していこうと思うんですが、まだ改装されたばかりのすごいお部屋いくつかご紹介したいと思います。まずこちらがキングプレステージオーシャンスイートというお部屋になります。長ったらしい名前になってるんですけども、簡単に言いますとヒルトンで一番いいお部屋になります。ちなみにトイレは2つついてました。お部屋のサイズは125平米ということでかなり広いです。テーブルの上にはマカロン、フルーツ、赤ワインが置いてありました。そしてミニバーにはいろんなものが置いてあったんですけども、コーヒー、紅茶、お水等は無料になります。そして冷蔵庫を開けますと中にいろんなもの入ってたんですけども、こちらのものは全て有料になります。そしてこちらのスイートルーム、バルコニーが2つついてまして、まずこちらの方が1つ目のバルコニーになります。そしてこちらベッドルームの扉なんですが、開けるとこんな感じになってます。部屋の真ん中にキングサイズのベッドがあります。そして円形の回るソファーが置いてありました。そして左の奥には広いクローゼットがありまして、自動で電気がつきました。そこら中に鏡がありますので、広い部屋がさらに広く感じるんですけども、僕的には撮影がすごくしにくかったです。こちらがメインのバスルームになるんですけども、左にトイレがあります。そして右の方に行きますとシャワールームがあるんですけれども、ハンドルのシャワーと上に備え付けのシャワーの2種類があります。さらにここから外に出ますと、この部屋の特徴でもありますバルコニーに大きなバスタブがあります。バルコニー自体がめちゃめちゃ広くなってまして、ソファーも置いてあります。そして当然景色は最高です。こんな感じで部屋とバルコニーの間の窓を開けますと、かなり広い開放的な一つの空間になります。そして意外に重宝するのが、ベッドサイドにコンセントや USB のケーブルの差し口があります。ということでせっかくでしたのでお湯をためてお風呂に入ることにしました。久々に湯船に浸かったんですけども、この景色を見ながらの入浴最高でした。では実際この景色最高のスイートルームいくらで泊まれるのかと言いますと、3650バーツ、だいたい日本円で12万円ぐらいになります。ただネットで別の日を調べますと4万バーツ以上、16万円以上するような日もありました。さらにこちらスイートに泊まりますと33階にありますエグゼクティブラウンジを使うことができます。
まずはイブニングカクテルの時間に来たんですが、実は2月1日から時間が変更になりました。以前は5時半から7時半だったんですが、現在は5時から7時までとなってます。ディナー前の軽食のカクテルタイムということなんですが、食事類もいろいろと揃ってます。この辺りはチーズやハムが並んでました。それ以外にフルーツやケーキなどのスイーツ類もいくつか置いてありました。ノンアルコールの飲み物はジュースやソフトドリンクがたくさんありました。そしてその隣はサラダのコーナーになってます。アルコール類もありまして、スパークリングワインや白ワイン、ビールは冷蔵庫の中に入ってました。常温のところにはウイスキーやウォッカなどのリキュール類や赤ワインが置いてあります。そしてホットミールも少し置いてありました。こちらがローストポークになります。こちらがチキンの手羽元を煮込んだものになります。ということで取ってきましたスパークリングワインと軽食がこちらになります。当然遠慮なくがっつりといただいちゃいます。33階のここからの景色も当然最高です。7時に料理やお酒は片付けられるんですけども、キープしたお酒と食事でしばらく居座っちゃいました。そして先ほどエッジレストランの朝食ご紹介したんですけども、こちらのエグゼクティブラウンジでも朝食いただくことができます。品数自体はそんなに多くはないんですけれども、静かな雰囲気で落ち着いて食事をとることができます。チーズやハムなども何種類か置いてありました。食パンは当然置いてあったんですけども、それ以外にも美味しそうなパンがいくつかありました。ホットミールはインド人用のカレーが一つあったんですけれども、それ以外は通常のオーソドックスな料理が並んでました。どの料理も比較的高めの温度で保温されているようで、湯気が出ているものも結構ありまして、すごく美味しそうです。別でサラダコーナーもありまして、意外に充実した品揃えでした。ジュースは3種類置いてありまして、それ以外にフルーツがあったりだとかソフトドリンクも飲み放題になります。ただ朝はアルコール類は一切置いてません。ということで取ってきました朝食がこちらになります。僕的にはかなり理想的な組み合わせの朝食プレートが完成しました。この朝食を33階のこの景色で食べれるの最高です。さらに朝食は注文できるメニューがありまして、15種類の中から選んでいただくことができます。注文したものとちょっと違うものが出てきてしまったんですけども、こちらエッグベネディクトになります。そしてこちらがたっぷり卵を使ってあるスクランブルエッグです。エグゼクティブラウンジのアフタヌーンティーは僕が行けませんでしたので、ある方にレポートしてもらいました。クラブラウンジのアフタヌーンティーの紹介でございますね。今アフタヌーンティータイムですけども、こういったケーキなんかを楽しむことができます。他にもこのようなケーキがありますね。ケーキの他にこのようなね軽食を楽しむこともできます。サンドイッチですね。飲み物も自由に取ることができまして、このようなねフルーツ楽しむことができるそうです。アフタヌーンティーを楽しみながらのこちらの景色。今日はパタヤちょっと天気が悪いですね。以上アフタヌーンティータイムの時間でございました。続きまして、先ほどのお部屋はちょっと高すぎるということで、一つ下のランクのお部屋もご紹介したいと思います。キングプレミアムオーシャンスイートというお部屋になります。
お部屋のサイズは先ほどよりもかなり狭くなりまして78平米になってます。先にお値段を公開しちゃいますと、13,600バーツ、日本円で約53,000円でした。こちらのお部屋もスイートタイプになるんですが、先ほどのプレステージは125平米だったんですけども、こちらは約6割の78平米ということなんですけれども、正直それほど広さの違いは感じませんでした。ミニバーに置いてあるものは一緒です。ではバルコニーの方を見ていただこうと思います。こちらは26階の北側、ナクロア側の景色になります。ベッドルームのバルコニーとつながってまして、こちらのスイートルームもバルコニーに大きなバスタブがあります。ただ夜に使おうと思って蛇口をひねると鉄サビが出てきたんですけれども、翌日には治ってました。そしてベッドルームの奥にトイレ、シャワー、洗面台がありまして、中央にキングサイズベッドが置いてあります。こちらの扉は閉めることができるんですけれども、前回の状態ですと外まで見渡せます。そしてこちらがシャワールームになります。そしてその奥がトイレです。そしてこちらのシャワールームの扉を閉じますと、こんな感じの壁になります。ベッドルームからの景色も最高です。こちらのお部屋も一つ一つの扉がかなり大きくなってますので、全開にしますとかなり開放的な大きな一つの部屋になるような設計になってます。そしてバルコニーから下を眺めますとスイミングプールが見えます。せっかくでしたのでコーヒーを1杯飲むことにしました。お水とコーヒーのパックをセットしてボタンを押すだけになります。インスタントとは全く違ってて美味しいコーヒーでした。最後に一番オーソドックスなお部屋もご紹介したいと思います。こちらのお部屋がエグゼクティブオーシャンビューと言いまして、内装やサイズはデラックスオーシャンビューとほぼ一緒になりまして46平米になってます。デラックスルームよりも高層階になりまして、さらにエグゼクティブラウンジも利用することができます。今回も32階ということでかなり景色はいいです。大晦日の花火を見た時もこちら側のお部屋になるんですけれども、ちょうどパタヤシティというサインが正面に見えることができるお部屋になります。個人的に景色は反対側よりもこちら側の方が好きです。46平米と広いお部屋になるんですけれども、窓が大きいのでさらに広く感じます。そしてこちらがシャワールームになります。そしてその隣がトイレになります。そして大きなバスタブもありました。そしてブラインドをどうやって下げるのかなと思ったらスイッチがありました。なんとブラインドが自動で降りてくるという驚きのシステムに変わってました。そして気になる宿泊料金なんですけれども、1泊17,700バーツでした。ネットで検索しますとデラックスオーシャンビューとエグゼクティブオーシャンビューの差額がだいたい2200バーツぐらいなんですけれども、その差額で高層階指定とラウンジが利用することができます。アフタヌーンティー、イブニングカクテル、朝食ということで3回利用できますので、2人で利用するなら意外といいんじゃないかなと思います。
以上、今回はパタヤで最上級レベルのホテルヒルトンパタヤを徹底解剖しちゃいました。次回木曜日の動画は昔から通っているナクルアの激うまの隠れ家遺産屋台をご紹介したいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメント、配信通知のベルマークのクリックよろしくお願いします。ありがとうございました。